皆さんこんにちは。7月26日火曜日、これもまた覚えてください。スペイン語でマルです。マルです。この2つの音節が合わさってマルです。日本人は子音だけでの発音っていうのが苦手ですから、これをマルですと、マル R の後に U が入るとおかしな発音になってしまいます。ということで R は R で終わるんであって U が入りませんから、マルではなくてマル、ね、そうしますと火曜日という単語はスペイン語でマルです。ルーとは聞こえません。マルです。こうなります。はい、現在こちらの時間が8時41分。天気は晴れ、外の気温は26度、湿度は 20% 未満。この部屋の中の温度が30度、湿度は 29% となっています。窓を閉め切るとちょっと暑くなってきますけどね、窓を開けてるとこの時間は非常に涼しくて心地よいです。いつものごとくマドリッドの SMJ 日清文化協会メンバーズハウスよりお伝えしています。先週より始まりましたが、毎週火曜日と木曜日はスペインのニュースではなくって写真で旅するスペイン、こういった番組をお届けしています。先々週より前もこのコーナーはありましたが、それまでは独立した形で動画を作らずにスペインのニュースの動画の中に組み込む形でお届けしていましたので、まだご覧いただいていない方は先々週以前のニュース番組の方をご覧いただければ、今ご覧いただいているスペインの北部ヒホンの旅の写真の最初からねご覧いただくことができます。よろしければご覧になってみてください。はい、それでは今日の写真を紹介しますが、また私の目の前に今ノート型パソコンを持ってきていますので、前を向いてお話ししますが、私の視線がどうしてもパソコンの方にね、下の方へ落ちてしまいます。できるだけお話は前を向いてしたいと思いますが、ちょこちょこ下を見てしまいますことをご了承ください。引き続き2019年の7月に撮った写真でね、そのスペインの北部にあるヒホンという町の様子をご覧いただきます。前回の番組でイサベル・ラ・カトリカ公園の散策を終えて、そしてその散歩の後疲れたのでバルのテラス席に座って、ビールを一杯飲んで、その後また海辺に戻ってきた、そういったところからの今日は再スタートとなります。1枚目、まさに海辺に戻ってきたところ、ちょうどねその、逆光で捉える形になってますが、たくさんの方々が、浜にねいらっしゃるのが見られます。ここから前回もここで終わった感じでしたね。ここから再スタート、2枚目に行きますよ。今までには出てこなかった種類の、またこれカモメの一種でしょうかね。海鳥が3羽ほど映ってますね。3羽4羽でしょうか。3羽ですか。はい、次に行きます。逆光でこれね海を捉えてますが、写真っていうと、一般的には順光で撮ることが多いんですけども、でもあえて逆光で撮ると綺麗に撮れることもよくあります。でこういった海なんかはね逆光で撮ると、その太陽から落ちた光がザーッと手前までその海の表面に映ってキラキラと輝いてね、非常に動きのある静止画像ですから動いてるはずないんですけども、なんとなく動きをね感じることができる写真になりますね。で今この写真で前方遠くに見えている陸地が、今までのこの写真の中で何度かご覧いただいたサンペドロ教会があったところ、あちらからこちらまでこの丸い湾をずっと歩いてきてるわけです。結構な距離ですよ。次の写真に進みます。この辺りはその砂浜がなくて、比較的ゴツゴツとした岩場が多いんですけども、その岩場を見ながらずっと海沿いに作られた遊歩道をお散歩できるようになってます。でその岩場の一つの先っちょにね、先端に女性が2人座っているのが見えたので撮っていました。はい、次の写真に行きますと、この辺りの海岸線がこれちょっとねよくわかりますけども、その砂浜はあんまりなくって、入り組んだ感じとね岩の多い海岸線になってます。はい、次の写真に進みますと、気球がね一つぽっかりと
空に浮かんでいたんですけども、この写真で見るとほとんど海は見えませんけども、この写真で右側にこれ海があるわけですね。でその海に沿って遊歩道があって、広い遊歩道があって、遊歩道に、この写真で見ますとちょっと小さい小屋のようなものがあって、これはアイスクリームとか冷たいお水とかコーラとかそういった飲み物を売っている、お店ですね。でそしてその遊歩道の今度左側に幅は細いですがちゃんと車道も作られている。つまり、海沿いに歩行者を重視してずっと広い散歩道が作られているんですが、もちろんこの辺りは車でも移動できるように横に幅は狭いですが車道もずっとつけられている、そんな感じのね街づくりになってます。はい、次の写真に行きますと、この青い海にそして遊歩道に並んでいる白い街灯があるんですが、そういう色彩感覚の中にポツンとねこの赤い自転車が置かれていたのがとても印象的だったんで、この色のコントラストがいいなと思って撮った写真ですね。はい、次の写真に行きますと、ちょっと変わったね像が置かれていました。説明がありましたのでそれを見てみますと、モヌメントアラマドレデルエミグランテと書いてありました。モニュメントっていうのは、我々日本人がよく一般的に使うモニュメントという単語がありますけども、それと同じ単語ね、スペイン語でモニュメント、記念碑とでも訳しますか、何の記念碑かっていうのがその後にアとそこからその先に書かれてます。モニュメントアっていうのが何々に捧げたモニュメント、そんな感じですね。何に捧げたモニュメントかというと、ラ・マドレ・デル・エミグランテ。ラ・マドレっていうのはお母さんっていうね、母親。デル・エミグランテっていうのは移民の母親に捧げられたモニュメントとこう書いてありました。このね、移民という言葉がね、ちょっとややこしいんですけども、日本語で移民と、私みたいな移民ね、日本人でスペインに住んでる移民、この移民って訳している言葉にスペイン語には2つあります。2種類。このモニュメントに書かれている言葉はエミグランテといって ABCDE の E から始まるエミグランテという単語でした。でもう一個、同じように日本語で移民と訳しますが IN から始まるインミグランテ INM から始まるインミグランテという単語があります。それもさっきのエミグランテもどちらも日本語では移民と訳してますが、ちょっと違いがありまして、このモニュメントに書いてあるエミグランテ E から始まる単語は同じ移民は移民でも出ていく移民ね、出ていく移民、スペイン人がどっかの国に住みに行く、それをエミグランテ。私は日本からスペインにやってきた移民、スペイン人にしてみれば私は外から入ってきた移民ですから、インミグランテ INM から始まるインミグランテです。それを出ていくか入ってくるかの違いで2つの単語なんですが、日本語ではどちらも移民と訳しています。この像は何かと言いますと、簡単に言えば自分の息子が娘が自分の元を去っていく、この国から出ていく、何らかの事情があって、よその国へ行ってしまう。海沿いの町ですからね、海沿いの町というのは昔から出ていくところのまさに出口、出発点になったわけです。港があったわけですからね。で出て行ったっきり帰ってこないというそういう時代、スペインが貧しくって他のもう少し裕福な国へ仕事を求めてとか、もう少しいい人生を求めてとかね、そんな感じで出て行った人たちがたくさんいた時代があったわけですが、そういう時に息子娘を送り出した母親の心境といいますかね、その寂しさ悲しさを表した像じゃないかと思います。次の写真で見てみますと、この像を違った角度で捉えてみますが、母親の表情がね今度よく見えますね。去っていくその子供を乗っけた船をずっとこれね見守ってる、そんな感じでしょうかね。非常に寂しさを感じるね、そういう像でした。次の写真に行きます。この遊歩道にこの綺麗なね白い街灯照明がずっと連続して、立ってるんですが、
この街灯には小さな看板がついてました。何かなと思って近寄って見てみますと、ワンちゃんの顔の絵が描いてありました。で書いてある文字を読んでみると、1年間いつでもこの浜はワンちゃんと一緒に来て大丈夫ですと、こう書いてありました。つまり犬と一緒に行っていい、使用していいプラジャ浜、そういう標識ですね。でそこから下を覗いてみると次の写真です。ワンちゃん連れで、海に遊びに来ている家族がいたと。もう少し大きくこのビーチを写してみますと次の写真です。こじんまりとしたね浜でしたけども、小さな湾になっているこじんまりとした浜でしたけども、ワンちゃん連れのね人たちが、たくさん遊びに来る、そういう浜でした。今と同じような感じでね、その看板があって、ここはワンちゃん OK って書いてある浜もあれば、ここでは見つけませんでしたけども、他の町に行くとね看板があって、ここはヌーディスト村です、ヌーディストビーチですって書いてあるところもありまして、そこを覗くと、本当だ、みんな全然水着つけてないやな、そういうこともよくあるんですけどね、この国は。はい、次の写真、ちょっと変わったものがドーンと出てきますが、またいわゆるその近代現代アートといいますか、芸術作品ですね。なんか大きなね知恵の輪みたいなやつがいきなり姿を現します。何かなと思って見ていますと、ペペ・ノハという人が作った作品でソリダリダと書いてありました。ソリダリダっていうのは、日本語で訳すとね、我々人間人同士の連帯とか相互援助とか、そんな感じの単語でしょうかね。このモニュメントを見てますと、遠いその円柱状のその金属が絡まってる。で知恵の輪みたいですけど、知恵の輪っていうのはちょっと考えれば簡単に外れるようになってるのが知恵の輪ですけども、これは取れないっていうのはどういうことかっていうと、その強くつながっていると、そう簡単には崩れないと。いろんな困難があってもそう簡単に我々人類の連帯は崩れないと。そんな感じのね、その力強い連帯感といいますか、みんなで力を合わせて生きてるんだみたいな、そんなことを表しているような、そんな感じを受けるモニュメントでした。でこれを今わざと完全に逆光でちょっとシルエット気味に撮っていました。次の写真でその正反対の側から太陽を背に受けて順光で撮っていました。不思議なモニュメントですね。でやっぱりここまで歩いてきて、これがドーンと出てくると、旅行で来た方々はやっぱりこれは気になるようで、ここで写真を撮っていく人が多いようです。次の写真、女性が写真撮っているのを横から私も撮らせてもらいました。はい、そしてこの辺りから海の方を振り返ったのが次の写真ですね。手前に一個岬があって、その岬の真ん中あたりにさっきの移民行く子供をね見送る母親の像が小さく見えていまして、その向こうの岸辺が見えてますが、そのちょうど左右真ん中ちょっと左ぐらいにとんがった塔があります。これがサンペドロ教会、今まで何度かねご覧いただいたサンペドロ教会。あちらからこっちを見た写真は何枚もねご覧いただきましたが、ちょうど反対側に来ています。でそのサンペドロ教会がある向こうの岸辺のずっと右の方の小高い丘の上に、前回でしたかご覧いただきました丘の上にあった大きなオブジェね、その中真下で見ると海の音がちょっと大きく聞こえるんですよっていう、その説明もありましたが、知事だという人が作った、現代アートがちっちゃく見えてます。この写真をだいたいその中央あたりに焦点を合わせてもう少しズームインしたのが次の写真です。これだと、さっきのね移民のその母に捧げたモニュメント、それからその向こうにドーンとサンペドロ教会があるのがよくわかります。はい、でこの写真を撮ってる時がですね、夜のこれ21時なんです。真っ昼間のような明るさですが、これ夜の21時なんですね。で我々はあちらのサンペドロ教会の方から見た夜景は
随分楽しみましたから、今度こちらから見た夜景、サンペドロ教会もライトアップされるはずですからね、こっちから見た夜景を楽しみたいなと思ってこっちへ歩いてきたわけです。で21時になりましたが、真っ昼間の明るさでこれじゃ夜景にならないんで時間を潰そうということで、次の写真、ピッツァ屋さんに入りました。周りを見渡したらすぐ横にピッツァ屋さんがありました。それでそのピッツァ屋さんがちゃんとテラス席があってね、海の目の前で海を見ながら食べられるところだったので、そこに入ってピッツァをつまみながら、だんだんとこう夜景にそろそろ移り変わるかなという時間、まだまだね時間かかるんですよ。でもだんだんとこう真っ昼間の空じゃなくって、空の色の変化が始まる時間までは時間潰そうと思って、でこのピッツァ屋さんに入って少し待ちました。はい、次の写真。ようやく22時となった写真です。ピッツァ屋さんを出ました。22時となって、街灯もねにも明かりが灯って、まだその夜の青空の時間にはだいぶあるんですが、これからだんだんと空の色がいろんな色に変わっていく、そういう時間帯の始まりです。はい、次の写真に行きますと、遊歩道に並んでいる街灯にね明かりがついたのが点々とね、ついたのがよくわかります。これよりも暗くなってきますと、その周りの景色とこの街灯の明かりとのバランスがまだ全然変わってくるんですね。これぐらいの明るさで撮りますと、街灯の明かりが暗いところを照らすための明かりとしての存在感じゃなくて、まだ明るい中でその街灯の明かりが照明としてはなくって、一つのそのアクセントとして存在している、そんな感覚でね感じることもできる写真を楽しむことができると思います。はい、次の写真、もう少し海の方にねこう角度を変えて撮った写真です。この辺りの岩場がちょっとこうシルエット状になっていてね、これはこれで夕暮れ時の海の様子がよくわかる写真だと思います。はい、次に行きますと、向こうの方遠方にサンペドロ教会がある、その岸辺が見えてますが、分かりますかね。サンペドロ教会がすでにちょっとライトアップを始まってるかなっていうのがね、中央よりもちょっと右側にねちょっとこうライトアップされてるかなっていうのが見え始めてます。はい、次の写真に行きますと、だんだんと空の色がね変わってきました。夕刻っつってもこれもう夜の10時前ですからね、日本で考えたらありえない明るさですが、こちらでいうとこの夕刻の空になってきたなっていう感じがしますね。はい、次の写真、この海沿いにずっと続く遊歩道、これはもう地元民のいい散歩道です。皆さんが涼しくなってきたこの時間帯、海を見ながら空を見ながらお散歩を楽しまれているのが分かります。次の写真、ちょっとズームインしてみました。さっきの写真はね、犬のお散歩中です。はい、そして次の写真になると空の色がね、どんどん変わっていくのが分かります。本当にいろんな色に変わってきます。空を見てるだけで飽きない時間帯です。次の写真、また違った色彩で、色合いで撮れていますね。はい、どんどん進んでいきます。通りすがりの方、はい、そして次の写真、遊歩道にずっとある手すり、その手すりの間から覗き込むような形で相当遠方にあるサンペドロ教会を撮ってみました。もうねはっきりとライトアップしてるのが分かりますね。はい、そして次の写真が今回最後ですね。ピッツァを食べて時間を潰して夜の青空を撮りたいんですが、それに至るまでに本当にこういろんなねオレンジがかったその乳白色のような色とかね、その中に微妙に青い色が混じってるとかね、そういった色合いがまた全部その海のその水面に、あの辺りの水面はこんな色に映ってる、あの辺りはこんな色に反射してるとかね、そういったのがもういろんな色合いが楽しめる時間帯、この時間帯を過ごして今回の写真で旅するスペインは終わりとさせていただきます。この後次回はいよいよ夜にだけ見られる夜の青空の時間帯に突入していきます。
前々回ですか、ご覧いただいた夜の青空の時間は、今ご覧いただいた写真の中で正面前方にあったサンペドロ教会の方から見た写真ばかりでしたから、今度ご覧いただくのはこちらから見た写真。これですとね、そのライトアップされたサンペドロ教会がきれいにね、その夜の青空の中に入って、碑本ならではの、碑本を知ってる人なら見た瞬間にこれ碑本でしょと分かるね、その碑本ならではの構図って言いますかね、アングルって言いますかね、そういった写真が名前も出てくることになると思います。はい、ということで今日も最後までご視聴ありがとうございました。